人生に知恵一つまみです。今日は人間関係や幸福を守るための大切な6つの秘密についてお話しします。それでは始めましょう。自分のプライバシーを必要以上に語らないようにしましょう。時間が経てば人間関係は常に変わっていくものです。今はとても親しい間柄でも、数年後にはどうなるかわからないのが人間関係です。どんな関係も永遠ではありません。もし深くプライバシーを共有した相手との関係が悪化した場合、それが問題になることもあるでしょう。自分の話を多くするほど、自分の意図とは裏腹に失うものが増える可能性があります。人は誰しも利己的な面を持っており、他人の痛みに対して鈍感です。だからこそ、あなたのプライバシーが興味を引くものであった場合、それを本当に心配してくれたり慰めてくれる人は稀で、多くは周囲に広がって話のネタにされるか、いつか自分に歯となって帰ってくるだけです。自分にとって有益な場合は少ないのです。特に悪い習慣や家庭の事情については他人の判断や批判にさらされないよう気をつけましょう。自分の人生の一部を秘密にしておくことは、より品格があり尊重されるべき存在だという印象を与えます。また、自分の弱点について話さないようにしましょう。言葉は一人の口から出ても、千人の耳に届くと言われるように、一度話してしまえば二度と取り消せません。病気は布団から入り、災いは口から出るという格言の通り、言葉は慎重であるべきです。やむを得ず弱点について話す必要がある場合でも、すべてをさらけ出す必要はありません。友情が深まっていない相手とは深い話をしないようにしましょう。また、自分に直接関係のない話も避けるべきです。一度口にした言葉は取り戻せないため、発言する前にこれは適切か、と自分に問いかけるべきです。おしゃべりが多いからといって人気者になれるわけでもなく、認められるわけでもありません。何気ない一言が、あなたの築き上げてきたイメージや名誉を台無しにするかもしれません。伝えても問題ない話と隠しておいた方が良い話があります。どうすべきか迷ったときは、まず周囲の人を注意深く観察し、適切なタイミングを待ちましょう。人々の様子を観察しながらもう一度考えれば、公表すべきか秘密にすべきかがはっきりしてくるはずです。残念ながら、人は他人の弱点を通じて慰めを得たり、無意識のうちにそれを楽しむものです。弱点は他人の助けではなく、自分自身で克服するものだと覚えておきましょう。また、他人の短所を話さないことも大切です。誰かの悪いところを軽々しく口にすることは、自分の印象を徐々に悪化させる原因となります。陰口を共にすることで一時的に仲間意識が生まれても、いざという時には疑われてしまいます。その結果、社会的な信頼が必要な良い機会を失うことになります。自分の口から出た言葉は、やがて自分に返ってくるのです。批判も無駄な行為です。批判は相手を防御的な立場に追い込み、多くの場合、自分を正当化しようと必死にさせるだけです。また、批判は危険です。それは人の大切な自尊心を傷つけ、恨みを生じさせる可能性があるからです。放たれた言葉は相手の心に矢のように突き刺さり、何十年も残ることがあります。非難はブーメランのように自分に返ってきます。他人を裁かないことで、自分も裁かれないようになるのです。他人の間違いを振り返り、自分を顧みましょう。否定的な話題はできるだけ避けることで、社会生活に大きな利益をもたらします。相手の意見に反対したり間違いを指摘しなければならない場合でも、直接的な表現を避けましょう。相手が忘れていた事実をふと思い出したかのように、さりげなく基地に富んだ方法で伝えると良いでしょう。親しい友人や家族に対しても、助言や忠告をする際には慎重であるべきです。これはすべてあなたのためだと言いながら助言することは、実際にはあなたは間違っている。そして、私は正しいと言っているのと同じです。私たちにはそれぞれ個人の事情があります。
相手に共感し、話を聞いてあげるだけで十分な場合が多いのです。ネガティブな言葉や陰口、不要なアドバイス、さらには助言も軽々しくしてはいけません。自慢話も慎むべきです。神が人間に口を一つ、耳を二つ与えたのは、話すことよりも2倍多く聞くためだと言われています。何気なく口にした自慢話が、思いがけない誤解を招いたり、相手の嫉妬の対象となることが少なくありません。その責任を取らなければならないのは、自慢話をした自分自身です。だからこそ、口を開くときは注意を重ねましょう。哲学の父と称されるソクラテスはこう言いました。どんな言葉でも話しなさい。そうすれば、君のことを理解できる。人との会話には、その人の心理や性格が如実に現れることを、ソクラテスはすでに見抜いていたのです。人から褒められる前に、自分から自慢話をすることは、その事柄の価値を下げるだけでなく、自分自身をだんだんと魅力のない存在にしてしまいます。会うたびに自慢話ばかりする人を見て、反感を覚えた経験がありませんか？一時的には必要性から近くにいても、いずれ離れていく人たちの中には、本来は良い人も含まれています。本当に賢明な人々は謙虚さを活用し、不必要な嫉妬から自分を守る術を知っています。相手に嫉妬心を抱かせないことが、最善の対処法だと言えるでしょう。自分の善行も、話せば話すほど傲慢に見えることがあります。誠実な気持ちが隠されてしまい、自分がこれだけの人間だという見栄を張るための行為に移ることがあるのです。言わなくても、あなたの善意を覚えている少数の人々が、いつかあなたにとって重要な助けを与えてくれる日が来るかもしれません。また、お金に関する話題も慎むべきです。この世で貧困以上に人の気力をくじくものはありません。どれほど親しい友人であっても、お金に関する悩みを持っているものです。だからこそ、お金の話は避けるべきです。聞く人の心がなえ、話した自分もその友人を失うリスクを抱えることになります。人を傷つける要素には、悩み、口論、空っぽの財布の3つがあります。その中でも空っぽの財布が最も人を傷つけると言われます。それほどに、人間は自分よりも多くを持つ人を見て傷つく存在です。たとえ表面上は称賛していても、内心は違うかもしれません。自分よりもお金が少なければ軽んじ、多ければ嫉妬するのが本能です。この嫉妬は人間の自然な感情であり、完全には防ぐことはできません。だからこそ、先に備えて常に防御策を考えておきましょう。特に、自分とさほど変わらない環境の知人が富を得た場合、親密な間柄であればあるほど嫉妬の度合いは強くなります。その上で、当然のように何かを要求したり、期待して受け取る行動をとるようになり、その関係は最終的に破綻する可能性があります。ですから、どれほど親しい友人や家族であっても、自分のお金について話すことは絶対に避けましょう。さらに、自分の目標についても話さないようにしましょう。他人に自分の目標を話した際、良い結果を生むことは非常に稀です。その目標を達成するための貴重なエネルギーが浪費され、時には自分を責む人々の反論を受けることもあります。人は自分より優れた人間が増えることを警戒し、向上しようとする人を徹底的に抑え込もうとする傾向があります。まだ始まったばかりの目標を他人に話すことは、その目標から遠ざかる原因になるのです。また、他人があなたに与える助言は、思った以上に達したようで、主観的なものであることがほとんどです。結局のところ、その目標を立てて達成しなければならないのは自分自身です。ある程度達成するまでは、自分の目標を隠しておくことが逆説的に有効なのです。目標について話すことで得られる小さな達成感が、実際の努力をなまらせたり、周囲の意見に振り回されて余計なエネルギーを消耗する原因になりがちです。
最大の勝利は自分自身を征服することです。自分自身に負けることは最大の恥辱です。自分の心を幸せにできる人だけが本当の幸福を手にすることができるのです。私たちを幸せにするものとは何でしょうか。それは富、名誉、学歴、家柄でしょうか。ハーバード大学ではこの疑問を明らかにするために約75年間にわたり700人を対象に幸福の要因を追跡調査しました。その結果、私たちの幸福を高めるのは誰もが予想したような学歴、富、名誉ではなく良好な人間関係であることが明らかになりました。つまり幸福は家柄や学歴、住環境、収入とは直接関係がなく、むしろ人間関係に強く結びついているということです。また、たとえ一人だけでも心から信頼できる人がそばにいることが人生の幸福に大きく影響を与えるということも分かりました。信頼できる人がそばにいる状況では心がリラックスし、脳が健康を保ち、心身の痛みが和らぎます。一方、孤独を感じる人は病気にかかるリスクが高まり、寿命が短くなる傾向が見られました。この調査からわかるのは、裕福であったり社会的地位が高いからといって、必ずしも幸せではないということです。それでは、どうすれば良好な人間関係を築き、それを維持できるのでしょうか。多くの偉人たちは、そのために最も重要なのは言葉だと語っています。私たちは誰かと初めて会い、相手を知ろうとするとき、その人が自分と会う人かどうかを会話を通じて判断します。相手と1時間話すだけでも、その人が自分に合う人なのか、それとも合わない人なのかを感じ取ることができます。同様に、相手もあなたの言葉を通じてあなたを判断しているのです。したがって、良好な人間関係を築くためには、発する言葉に気をつける必要があります。しかし、話をしているうちに、自分でも気づかないうちに本心とは異なることを言ってしまったり、少し大げさに話してしまうことがあります。皆さんも自分の話を思う存分した後で、言わなければよかった、と後悔した経験があるのではないでしょうか。私自身も、こうした経験を数えきれないほどしてきました。そのため、今日プラトンが語った秘密にすべき6つのことは、深く心に響きました。数多くの偉人たちは、常に沈黙の重要性を強調しています。彼らは、自分について過度に話しすぎると、人々との距離が縮まるどころか、むしろ離れていくことを何度も指摘しています。口を閉ざし秘密を守ることは簡単ではありませんが、良い人間関係を築くためには必須のことだと考えられます。特に、寝る前にその日の自分の言動を振り返り、後悔することが多い方は、ぜひ今日のプラトンの教えを胸に刻み、素晴らしい人間関係を築いてください。最後に、プラトンはこう語りました。他人を幸せにできる人だけが、また幸せを手にすることができる。最後までご覧いただき、ありがとうございました。プラトンの教えやハーバード大学の研究が少しでも役に立ったら嬉しいです。次回も人生に役立つ知恵をお届けしますので、チャンネル登録といいね、そしてシェアも忘れずにお願いします。またお会いしましょう。